今日はキャロットラペを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はキャロットラペを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、人参を使った定番料理キャロットラペを作っていきます。こちらのキャロットラペなんですが、味がぼやけにくい作り方をご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。人参、オリーブオイル、蜂蜜、レモン汁、塩、マスタード、黒胡椒。今回はこちらの材料で作っていきます。まず人参なんですが、今の状態で約 400g になります。人参の大きさによって重さが変わるので、こちらは計量していただくといいかなと思います。だいたい400から 450g ぐらいの人参を用意してください。そして味付けのポイントです。今回は蜂蜜を加えていきます。この蜂蜜を加えることでとてもコクのある美味しい仕上がりになります。さらにですね、マスタードを加えることでより味が締まって美味しい仕上がりになります。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それではまず人参の皮を剥いていきます。こちらはね、普通にピーラーで剥いていきます。皮付きがお好きな方はもちろん皮付きでも OK です。はい、こんな感じです。それでは残りも同じように剥いていきます。はい、このように剥いてください。それでは続いてスライサーを使って薄切りしていきます。もしこういったスライサーがない場合は包丁で薄切りしてください。通常ね、キャロットラペっていうのはおろし器とかでおろしたりするんですが、今回は手軽なスライサーと包丁で細切りしていきます。おろし器とか使う時はチーズとか削るやつですね、そういったものだったりとか、このようなね、細切りにするスライサーとか、こういったものがあるので、そのようなものを活用してください。ではまずね、こちらのスライサーで斜めに薄切りしていきます。スライサーを使う時は手を怪我しないようにだけ注意してください。スライスしていきます。こんな感じで斜めになるようにスライスしてください。で、このぐらいになると手をね、怪我しそうになるので、こういった安全装置を使うか、もしくはですね、ここからは包丁を使っていただくといいかなと思います。このぐらいの厚みになります。ではこれを一度ね、並べます。このように適当で大丈夫なので縦に並べてください。あとはこちらから細切りしていきます。はい、このように細切りしました。ではこちらは一度ボウルの中に入れます。ではね、先ほどこちら残しておいた方も切っていきます。こちらはですね、まずこのヘタの部分を切り落とします。そしたらですね、この切り口を下にして固定させます。このまま薄切りしていきます。はい、切ったらこのようにまた縦にして、あとは細切りしていきます。はい、余った分もこのように細切りしてください。それでは残りも同じように細切りしていきます。はい、このように切り終わりました。こんな感じでね、細切りにしてください。ここに塩を入れます。そしてこちらはね、ふわっと混ぜます。ここでギューッとやってしまうと人参が折れたりするので、あくまでもね、こんな感じでふわっと絡ませてください。はい、でこのように全体になじませたら、このまま10分置きます。そうすると人参から水分が出てきます。ではこのまま10分置きます。それでは10分待っている間に調味料を合わせていきます。まずレモン汁。今回ね、レモン汁を使ってるんですが、こちらはお酢で代用していただいても大丈夫です。そしてオリーブオイル、蜂蜜、あとはこちらマスタードですね。これもですね、粒マスタードを使っていただいても大丈夫です。そしてこちらをよく混ぜましょう。であらかじめね、こうやってきちんと混ぜておくと蜂蜜とか塊にならないので、あらかじめ混ぜておきましょう。はい、 OK です。このようにダマができないようにしっかりと混ぜておいてください。はい、10分経ちました。10分経つとこのように人参がね、しんなりしてきます。そしたらこちらの人参の水分を絞っていきます。しんなりしてるのでギューッと絞ってもね、人参が折れないので、しっかりとね、絞るようにしてください。こうやってね、水分をしっかり絞ることで味がぼやけてしまうのを防ぐことができます。は
はい、絞り終わりました。きちんと絞っていただくとこのように人参から水分が出てきます。こちらを取り除いていただくだけでとても美味しい仕上がりになります。あとはもう簡単ですね。こちら先ほど作っておいた調味料を回しかけます。そしてこちらをさっと合わせましょう。でさっきねぎゅーっと絞っちゃってるのでちょっと空気を入れるようにね混ぜてください。最後に胡椒をかけます。そして少し味見していただいて塩加減はお好みで調整してください。今回シンプルに人参だけで作ってるんですが、ここにレーズンを入れたりとか、あとはナッツ系を入れていただいても美味しく召し上がっていただけます。はい、こんな感じで仕上がりました。それではお皿に盛りたいと思います。盛る時のポイントなんですが、こちらをねふわっと乗せていきましょう。こんな感じで盛っていただくと食べた時に食感が良くなります。こんな感じでねふわっと盛ってください。はい、これでキャロットラペの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにふわっと美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。人参がふわっとしてすごく美味しいです。この人参のシャキシャキ感がすごくいいですね。甘さに蜂蜜を加えてるのですごく味わい深い仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のキャロットラペのポイントです。まず人参なんですが、今回はスライサーを使ってスライスしてその後細切りにしました。こちらは手軽にできる方法でご紹介したんですけれども、通常ねキャロットラペを作るときはおろし器でねおろしたりするのが結構メジャーだったりするので、もしおろし器をお持ちの方はぜひおろし器でやってみてください。そしてその後切り終わったら塩をまぶしてその後10分置いてください。この塩をまぶす時なんですけれども、この時に思いっきり揉み込んでしまうと人参が折れてしまうので、さっと塩をまぶしてその後10分置くだけで大丈夫です。そして人参を10分置くとだんだん人参がしんなりしてくるので、そしたらですね手でしっかりと水分を絞るようにしてください。ここで水分の絞りが甘いと味がぼやける原因になりますので、なるべくね思いっきり絞るようにしてください。その後は混ぜておいた調味料を和えるだけなのでとても簡単に作れます。こちらの塩加減は最後お好みで調整してください。今回は人参だけでとてもシンプルなものを作ったんですが、ここにレーズンとかあとはナッツ類を入れていただいても美味しく召し上がっていただけます。材料が手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はキャロットラペを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。